こんにちは、村雲です。今回の動画では、私のスープラーにキーパーさんにてクリスタルキーパーを施工いただいた際の様子をお届けします。きっかけとしては、納車して2年近く経ち、ディーラーで実施いただいたコーティングによる水弾きが落ちてきたこと、また、先日紹介したブラック塗装したドアパネルについては、コーティング未実施の状態となっているため、こちらの表面の保護が目的となっております。それではご覧ください。まずは現在の状態を確認していきます。水弾き状態を確認するため、正面のボディとドアパネル部分に水をかけていきます。まずは正面から水が流れ落ちきった後を観察してみると、ボンネットの中央付近に水染みというより水溜まりのように表面に水が残っていることがわかります。私は青空駐車となっているため、かなり納車時のコーティングによる水弾きが悪くなってしまっていることがわかります。続いて、コーティングが未実施であるドアパネル部分にも水をかけて水弾き状態を確認していきます。こちらに関しては面積が小さいので、ボンネットほどの水染みは見受けられませんでしたが、前述したようにスープラは基本的に青空駐車であることを考えると、せっかくの塗装が台無しとなってしまうため、コーティングの実施をお願いすることにしました。続いて、キーパーさんにてコーティングを実施いただくまでの流れを私の事例を交えてご説明します。まず、キーパーさんの店舗へお伺いし、コーティングをしたい旨を伝えます。その後に一通りのコーティングの説明を受け、車両の状態を店員さんと一緒にチェックします。この際に自身の車の状態に関する疑問点、例えばこの汚れが落ちますかなどを店員さんに質問したり、逆に店員さんからこの汚れに対しては部分研磨を実施した方がいいですよといったアドバイスをいただけますので、オンライン上でも予約は可能かと思いますが、予約に入る前に面倒でも一度店舗に行き、アドバイスを受けてからコーティングメニューを決めることをお勧めします。コーティング作業を開始いただきました。私のスープラが洗車いただいている映像を背景に、クリスタルキーパーの概要であったり、スープラに実施する場合の値段などを紹介していきます。クリスタルキーパーの概要についてです。クリスタルキーパーはコスパの良さも相まって一番人気のコーティングメニューだそうです。特徴としては、ツヤ感を出すガラス被膜を形成し、その上にレジン被膜を形成することでツヤ感をアップさせているそうです。その他特徴の一覧がこちらの通りとなっておりまして、特に強撥水を得られることが特徴となっており、こちらに関しては施工作業終了後に冒頭で実施していた水かけを再度実施し、検証していこうかと思っております。施工時間に関しては2時間超となっており、私の場合はお店の負荷状態にもよるかと思うんですけれども、3時間ほどかかりました。ただ、ずっと店にいる必要もないかなと思いますので、私は昼食を取りに行ったりしていました。値段の一覧としてはこちらの通りとなっており、スープラの場合は、車体サイズが M サイズ相当だそうで、2800円が今回の作業料金となります。他にも、1年に一度繰り返すことで艶が良くなっていくなどの特徴も挙げられていましたので、本チャンネルを通じて1年後のコーティングの状態なども発信していければと考えています。ご自身が所有されている車の車体サイズに関しては、キーパーのホームページ上から検索することができ、メーカーを選んで検索することで自身の車の車体サイズが把握可能となっています。その他にもコーティングのメニューに様々なオプションを追加することが可能となっています。サイドメニューの一例として、ガラスのコーティングなどが挙げられ、クリスタルキーパーに追加することが可能となっています。特に私の場合、この軽研磨に着目していました。今回のコーティングのきっかけであるドアパネルの塗装はメーカーで実施いただいたわけではなく、後塗りとなっているため、この図のように表面がわずかながらでも凹凸があるのではないかと思い、よりツヤ感を出すためにこの工程が必要ではと考えていました。これに関して事前の車両チェックで相談したところ、塗装の状態が良いため必要ないという回答をいただけ、今回は実施を見送りました。このようなやり取りを経ることで納得感を持って作業をお任せすることができます。はい、洗車の方の様子に戻ろうかなと思います。そろそろ佳境かなと思って見ていました。で、今洗ってもらってる粉泡を、この後洗い流していただいて終了かなと思っていたんですけれども、はい、もうすでにツヤがかなりいい感じなんですよね。コーティングまだなんですけれども。はい。この後もう一回ですね、泡による手洗いが始まったんでびっくりしましたね。いや、かなり丁寧にやっていただいてますね。
コーティングまだなんですけれども、素人の私には出せないツヤを放っていまして、完成が非常に楽しみになってきました。ちなみにキーパーさんの手洗いでは、水染みが発生しにくい純水を使用した洗車が行われており、この詳細に関しては、こちらの過去動画で紹介しておりますので、概要欄からご覧いただけると幸いです。2回目の泡、洗い流していただいています。やはりすごく手際が良くてですね、見ていて気持ちよかったですね。最後これかけてるのがおそらく純水のシャワーだと思われます。はい。これで洗車終了ですね。この後にコーティング施工用のブースに移動して作業を実施いただきます。さすがにその中に入り込んで撮影させていただくことはできませんでしたので、少し飛んで完成状態、水はじき状態を確認していきます。こちら早速ですが、コーティング完成状態となります。細かく見ながら一周していこうかと思います。よりツヤ感の良さが伝わりやすくなるかなと思い、地下駐車場に移動してきました。蛍光灯の下で見てみると、蛍光灯の映り込み具合からムラなくコーティングがされていること、またツヤ感がはっきりしていることがお分かりになるかなと思います。コーティングにムラがあると、ここまでくっきりとした映り込みはしないかと思われますので、すごく良い仕上がり状態だと思います。また、光の当たっているところと、そうでないところの陰影がよりはっきりすることで、エッジの効いたスープラのボディラインがよりはっきりしています。リアから見た際もその印象は変わらず、リアフェンダー周りもいい感じに発色していることがお分かりになるかなと思います。また、忘れていたんですけれども、もう一箇所のコーティング実施の部品であるトランクスポイラーも半ツヤ状態となっており、サイドスカートなどとツヤ感が統一されたことが思わぬ副産物となっていました。サイドから見ても、もともと塗装の品質が良かったブラックのドアパネルのツヤ感と、グレーの部分のツヤ感が合うことで、より後付け感が解消できたように思います。以上、最も安いメニューであるクリスタルキーパーですが、仕上がりには非常に満足でき、コスパの高さが際立っているようでした。人気ナンバー1の理由が分かった気がします。この後、撥水状態っていうのを確かめてみてみます。改めて水はじき状態の確認をしていきます。また、ボンネット上に水をかけていきます。見ていただいたらお分かりになるように、すごい勢いで水が流れ落ちていっています。水が流れ落ちきったボンネットを見てみると、コーティング前にあった水染み、飛べるものは皆無となっており、水玉が少し残っている状態となっています。こちら、コーティング実施前後の比較となっており、その差は歴然かと思います。見ていて気持ちいいぐらいに水が流れ落ちていってくれました。これなら雨が降った際にも、ほとんどボディ正面にはシミが残らず、結果的に汚れも落ちやすくなるかなと思いますので、以降の洗車がかなり楽そうです。続いて、ドアパネル周りの水はじきを確認しました。こちらに関しては、元々の水はじきとしてはそれなりにあり、シミが残るようなことはあまりなかったため、コーティングの効果を実感することはあまりなかったです。ただ、ドアパネル周りに関しては、ツヤ感のアップを十分実感することができましたので、こちらに関しても十分満足することができています。まとめです。今回クリスタルキーパーを実施いただき、そのツヤ感と水の弾きを検証していきました。結果として納車地以来のツヤ感を実感できたこと、以降の洗車が楽になりそうだほどの見事な撥水具合を得ることができました。値段もサイズによりますが2万円台と決して高くなく、作業時間も3時間程度のため、台車の用意なども不要であると考えられ、非常にコスパが高いコーティングであると言えます。また、コーティング作業実施前の店員さんとの車両状態に関するやり取りも、メンテナンスに関する勉強になることが多かったため、迷っている方は豊富なオプションがありますので、まずは相談することから始めてみてもいいかもしれません。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方は、グッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。以降の動画作成のモチベーションへとつながります。それでは、ご視聴ありがとうございました。